はい、皆さんこんにちは。前回に続きまして、今回はですね、後ろの足回りの方ですね、組み付けの方していきたいと思います。前回こちらスイングアームとですね、リアショック周り、あとリンクとですね、サブフレームまで組み付けの方ありましたので、あと残るですね、後ろのタイヤの方ですね、付けていきたいと思います。で今回はスプロケットとですね、チェーンの方全部新品となりますので、そちらの方交換していきたいと思います。今回購入したのはこの DRC のですね、リアのスプロケット、リアスプロケットですね、それとあとフロントのスプロケットで、ちょっとギア比の選定がね、迷ったんですけれども、今回はフロントが13で後ろがですね45ということで、こちらの組み合わせでやっていきたいと思います。でそれに合わせて、チェーンの方ですね、今回 RK チェーンの方、こちらのゴールドで、ご準備しました。でこれの組み付けと、あとこちらはですね、同じく DRC さんの、スプロケットのボルトですね、ボルトとナットのセット、これも新品にします。基本的にスプロケット交換するときはね、ボルトナット新品にした方がいいと思います。あとチェーンスライダーっていうかね、これもちょっとフレームについてるんですけども、このチェーンスライダーもね一緒に交換していきたいと思います。それじゃあね、古いスプロケットの方を取り外しして、リアスプロケットとあとフロントのスプロケットもねつけていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、この後ろのスプロケットの方取り外ししていきます。はい、じゃあ取り外しの方ですね、終わりました。はい、でこれね、今取り外ししたボルトなんですけども、こういった感じでね、結構腐食してます。でこれはね、なるべくなら再利用しない方がいいと思います。スプロケットね、変えるたびに新品ですね。こちらの DRC さんのもね、そんなに金額高くないので、これ全部セットで847円ということで、そんなに高くないですんで、こういうセットね、こういったものでもいいと思いますんで、毎回ね、必ず新品にします。はい、じゃあこういった感じでね、取り付けの座面の方はね、綺麗に清掃します。じゃあ新しいね、こちらのスプロケットを取り付けしていきます。はい、じゃあね、スプロケットの方つけましたんで、今度はフロントのスプロケットね、取り付けの方していきます。はい、そしたらですね、今ここら辺ね、ちょっと簡単に清掃しました。あとチェーンスライダーの方ね、新しいのこれ取り付けの方しましたんで、こちらですね、
しましたんで、新しいスプロケットの方ね、取り付けしていきたいと思います。で、これね、取り付ける際にここのスプラインにね、はめるんですけども、一応念のために、私こちらのスレッドコンパウンドね、これを塗っていきます。固着防止ですね。ここはボルトで締まってるわけじゃないので、そこまで固着はしないんですけども、一応ね、念のために、塗っておきます。はい、じゃあスプロケットの方ね、今取り付けしましたんで、ここの増し締めはね、最後にします。ひとまずね、ちょっとチェーンの方、タイヤを取り付けして、チェーンの方ですね、一回取り付けしていきます。はい、じゃあね、後ろタイヤの方付けていきます。アクセルシャフトね、あとカラーの方グリスアップして、あとキャリパーね、オーバーホールしたこちらのキャリパーも一緒に取り付けの方していきたいと思います。よいしょ。はい、じゃあここもね、スレッドコンパウンドで、ナットの方ね、締めていきます。はい、じゃあね、リアタイヤの方つきましたので、そしたらね、チェーンの方を、つけていきたいと思います。はい、それじゃあですね、今からチェーンの方を取り付けていくんですけども、ちょっと面白いことをね、やってみました。古いチェーンと新品のチェーン、どれぐらいの、伸びが出てるかっていうのをね、これでわかるんですけれども、この茶色い方ね、これ古い方です。で、このゴールドの方は、新品になります。で、ピンにね、チェーンのピンに、ガタが出てくると、こんな感じでぐにゃり曲がります。はい。新品もね、もちろん多少はガタがありますんで、このぐらいですね、新品は。で、古い方はね、もうこんな感じで、もうぐにゃり曲がってます。これはね、中のピンとね、ブッシュの方が摩耗してくると、ガタが出ますんで、その分、このぐらいね、曲がるような感じになります。ここまで来たらね、もちろん交換なんですけれども、今見たところですね、古いやつは、リングが入ってません。オーリングですね。オーリングが入ってないタイプですね。で、新品の方は、これオーリング入ってます。これね。で、今回つけるのは、この RK さんのね、520MRU っていうタイプ。これもちょっとリーズナブルな方のタイプなんですけれども、これはね、リングが入ってます。UW リングと書いてます。X リングとかね、いろいろありますけれども、これは UW リングということで、上位グレードのチェーンではないんですけれども、これはね、今回、こちらのチェーンにしたんですけれども、街乗りする方はね、間違いなく、このリング付き、
のチェーンですね、リング付きのチェーンの方が、いいかと思います。で、こちらのね、リングなしはもうちょっと安いんですけれども、やっぱ耐久性がないです。なので、メンテナンスのね、ちゃんとやらないと、こんな感じでもうすぐ錆びてね、中のブッシュが摩耗して、伸びてしまいます。レーサーとかはね、毎回、清掃とかね、グリスアップとしますんで、そういった面でメンテナンスしやすいのは、ノンシールチェーン、こちらの方なんですけれども、やっぱりね、街乗りする方はね、毎回洗ったりね、オイルさしたりするわけではないので、やっぱりそういった面でも耐久性があるのはね、このリング付きのチェーン、こちらの方をね、お勧めします。色はね、ゴールドとかシルバーとか、いろいろありますけども、無難なゴールドでね、今回は組み付けの方していきたいと思います。長さがね、スプロケットは今回サイズ変更なしですんで、前ついてたやつもね、フロント13、リア45ということで、今回と同じですんで、おそらく長さの方はそのままいけるかと思うんですが、ちょっと現物合わせてですね、純正とギア比が違いますんで、リンクもね、その分ちょっと長くしたりとか、しなきゃないですので、ちょっと現物合わせてカットして、あと勝ち目の方ですね、していきたいと思います。はい、じゃあね、チェーンの方取り付けしていきます。はい。じゃあね、チェーンの長さを決める際なんですけども、遊びをね、最後調整するんですが、ここに、シールがついてます。純正でね、ここからここまではチェーンが使えますよってことで、で、見えるかな。で、この赤い部分ね、ここはもう、チェーンが伸びて、これ以上使えませんよっていうやつですね。で、これチェーンはね、純正のスプロケットの大きさではないので、これ自体は当てはまらないんですけども、ただ目安としてここに大体持ってくるようにします。で、これがね、なんでここについてるかっていうと、他にもここぐるっと、溝が切られてて、チェーンがこう、調整できるようになってます。こんな感じでね。で、ここの溝がね、このピンに当たることによって、こんな感じですね。で、こう徐々に円が大きくなっていきますので、後ろの方にね、チェーンの方調整できるっていう仕組みなんですけども、これ純正を見ると、ここについてます。で、なるべくはね、ここに合わせてあげます。この状態で、一番この小さい状態でね、前に押してあげて、で、それでチェーンをね、貼ってもいいんですけども、で、やろうと思えばね、ここまでマックス調整できます。ここにね、合わせる人はいないんですけども、ここに合わせちゃうと、チェーンが伸びた時ね、もう微調整できませんので、なので、できれば、このね、純正のシールが貼ってあるところ、シールが貼ってなかったら、中間あたりですかね。で、これ何が変わるかっていうと、チェーンをだんだん貼っていくってことは、この車軸がね、後ろに下がります。ここね、もうギリギリですね。なので、ホイールベースがね、長くなります。前と後ろタイヤの距離ですね。で、それでかなり、乗り味とか旋回性能に影響してきますので、そういった面も含めて、一応純正はね、ここですよっていうことで指定してます。なので、できれば、純正に合わせてあげた方がいいかなっていう感じですね。ここら辺ですね。うん。あまり短すぎてやると、もっと前に行くんですけども、今度はね、ホイールベースが短くなりすぎますんで、直進のね、安定性とかね、コーナーの旋回性能とかはね、上がったりするんですけども、やっぱそれは人によって多分変わってきますので、なるべくならね、今回街乗りメインですし、純正の、適正な位置ですね、計算された場所で、合わせていこうかなと思います。で、ここぴったりにはね、正直なりません。純正のスプロケットのギア比じゃなくて、チェーンの長さも変わってますんで、ぴったりにはいきません。ただね、今やってみたら、これが一番ベストですね。今、こんな感じですね。うん。
端っこ切れてて、ここを最後にね、かちめて合わせるんですけども、この状態がですね、ベストかなと思います。こんな感じね。で、あと遊び調整するとね、あと一段階ぐらいこういきますけども、これ以上下げると、チェーンをね、あと2つ詰めないといけないんですね、構造上。なので、チェーンをね、もう1個短くするっていうことは、これじゃダメなんですね。よいしょ。ここまでしないといけません。かしめるときはね、この内側のリンク同士が隣り合わないとかしめれないので、ここまでしないといけないです。で、ここまでするとね、もう今全開緩めてます。で、こっからね、針調整をしていくと、はい、こんな感じですね。で、こっから針調整をしていくとね、もう調整できません、ここから。結構ね、ピンピンに張ってますんで。なのでね、これはちょっと短すぎます。なので、もうここはね、ある程度もう選択肢がなくなりますんで、これですね。この長さで、青いところのね、真ん中よりちょっと、赤に近い方に行っちゃうんですけれども、これが一番適正になります。なので、今回はね、これでかしめの方をしていきたいと思います。じゃあ、ここのね、つなぎ合わせのところ、ここにね、かしめ用のね、ありますんで、リンクありますんで、それを入れてかしめていきます。はい、じゃあ見やすいようにね、ここでやっていきます。で、これがね、チェーンに必ず付属してきますんで、はい、こういったキットになってます。で、これがね、チェーンのかしめのリンクですね。になって、あと、リングの方もね、ちゃんと入ってきてます。2つですね。で、こっちのかしめリンクの方にね、元から O リング2つ入ってますんで、これにグリスを塗って一回ちょっと仮組みの方ね、していきます。今回はね、かしめタイプになりますんで、一回失敗するとね、もう一回、このかしめ用のリンクをね、買ってこないといけないので、ちょっとね、気をつけてやっていきます。はい。じゃあ、グリスを塗ってあげてね、オーリングの方入れていきます。はい。こんな感じになります。そしたら、最後に、このプレートをね、入れます。はい。じゃあ、これをね、組んでいきます。で、ここまでしか入りません。で、ここまでしか入らないので、あと、ツールを使ってね、圧入していきます。で、私がいつも使っているのはね、こちら、南海さんのね、チェーンカッター、これを使ってます。こういったやつですね。エッジ型チェーン 3way ツールですね。結構多分ね、使われる方多いと思います、これ。使い勝手が良くて、ちょっとね、正確にね、かしめの方ができます。で、これね、バイク屋さんで、このチェーンの交換頼むと、もちろんこのかしめもやってくれるんですけれども、やっぱ金額がかかりますんで、しょっちゅうね、やる人はあまりいないと思うんですけれども、こういった説明書もね、ちゃんと、付属してきますんで、自分のバイクとかね、自分でやりたい人、あと頼まれてね、こういうふうにバイクの修理する人はね、このかしめのチェーンツール持ってた方がいいと思います。それじゃあですね、まずこのプレートをね、圧入していきたいと思います。はい。じゃあセットできましたので、これを使ってね、圧入をしていくんですけれども、ちょっとね、セットしていきます。はい。じゃあセットの方できました。今ね、こんな感じになってます。ちょっと見にくいんですけどね。で、これを押していくことによって、このプレートをね、ひとまず圧入していきます。はい。それじゃあね、圧入する際にプレートをどこまで入れればいいかっていうところなんですけども、入れすぎてもね、入れが浅くてもね、ダメです。で、これ目安として、この隣のチェーンのね、この幅を測っておきます。
はい。約ね、15.5 ですね。49ってなってますけども、この9ね、0.01 はね、ちょっと無視してもいいと思います。15.5 ぐらいにね、目安にしていきます。これをね、入れすぎるとね、もう後に戻れませんので、ちょっとね、慎重に少しずつ締めていきます。もうちょっとですね、もうちょっと入れていきます。はい。で、今ね、すみません。ちょっと測り直したんですけども、15.5 じゃなくて 15.40 でしたね。なのでね、もうちょっとだけ微調整していきます。この微調整がね、ちょっと難しいんですよね。ちょっと回すと結構入りますんで、ほんのちょっとだけですね。はい。こんぐらい回して、ちょっとずつね、確認していきます。15.40、15.40、15.40、あ、いいですね。はい。ちょっとね、お見せします。で、交換したのはね、ここのリンクです。で、ここの前と後ろのリンクの幅を測りますね。0点をね、必ず合わせてから測ります。まあ、15.39 とかね、そんなもんですね。これ 15.40。ちょっと見にくくてすいません。15.4039 ですね。はい、ここも 15.40 となります。ここまで来ればね、大丈夫です。で、これね、実はね、このチェーンのカシメツール、この難解のカシメツールはね、ちょっと説明書では曖昧です。ここね、プレートをね、こうやって圧入していくんですけども、ここにね、若干隣のリンクにね、ぶつかります。ここもね。で、ここに、リンクにぶつかったら終わりってなってるんですけども、それだとね、結構ずれます、正直。なので、1ミリ単位でずれますんで、まあ、できればね、ノギス、デジタルノギスとかを使って、まあ、正確にやってあげるのが一番ベストかなと思います。で、これがね、調子良くなりますと、こう持ってきたときにね、はい。ここがね、滑らかに動きます。締めすぎると、例えばね、こうなったままね、変形したままこういったりしますね。なので、ちゃんとね、こう、まっすぐにね、ちゃんとこのリンク、綺麗に動くかを確認して、最後にカシメをします。で、このカシメはね、この穴をね、広げていくやり方なんですけれども、これもね、ノギスを使ってやります。これはね、ちょっと精密ですんで、このカシメの寸法っていうのが決まってますね。はい。で、カシメの寸法はね、このチェーンのね、本体入ってた、この箱、説明書にはね、載ってません。まあ、通常はね、個人であまりやる人がいないからかわかんないんですが、何ミリにやってくださいとかっていうのは載ってませんので、このね、ウェブサイト、これを見て、書いてあります。はい。で、今ね、探しました。で、これですね。RK チェーンのね、ホームページに載ってます。5.45 から 5.55 ということで、まあ、これを見るとね、5.50 を目安にしろってことですね。まあ、許容範囲ありますけれども、なので、5.50 を目安にカシメをしていきます。ちなみに今の状態ですね。
5.26 あたりですね。じゃあこれをね、かしめの方していきます。はい。で、かしめをするときはね、ちょっとこのかしめ用に、配置を変えます。で、先端にね、ボールが入ってますので、このボールがここの穴にね、入って回すことによって穴がギュッと膨らみますので、それでかしめとなります。なのでね、この穴とこのボールのね、ところにね、ちょっとグリスの方を塗っていきます。はい。じゃあ今ね、セットできました。これね、ちょっとずつ回していきます。これもね、本当にちょっとずつ回さないとね、すぐに超えてしまいますんで、ただ結構力はいります。はい。で、ある程度回したら、ちょっと一回外して確認します。はい。まだね、5.30 です。もうちょっとね、かしめていきます。はい。そしたらね、今上の方は、わかりますかね。5.51 ぐらいですね。5.51 から 5.50 ですね。で、下がね、まだ 5.37 ですんで、ちょっと下の方だけあとかしめます。これほんとね、レンチ1回転なんかするとね、もうあっという間に過ぎちゃいますんで、ちょっとね、気をつけながらやっていきますよ。上はもう使いませんので、下だけやっていきます。はい、じゃあね、下の方を測っていきます。おー、いいね。はい。5.49 から50ですね。はい。で、こっちもね、5.49 から50。ちょうどいいですね。5.45 から 5.55 ですんで、目安として 5.5 ミリ。これでね、かしめの方が完了となります。一応最後にね、ちょっとここ拭いてね、亀裂が入ってないかとかをね、かしめた後ですから、ちょっと確認の方します。綺麗にかしめられてます。ここね、かしめていくとね、穴がこうギューッと広がりますんで、本当にね、失敗したり偏ったりとかね、締めすぎると、ここのピンのところね、先端がこう割れたりしますんで、割れたらね、もう一回これ新品のこのかしめリンクね、取り直して交換となりますんで、今日はね、これバッチリですね。はい。こんな感じで仕上がりです。じゃあ、かしめの方終わりましたので、はい、こんな感じですね。はい。じゃあ、あとね、チェーン調整の方していきます。あとね、これね、南海さんの、このチェーンのかしめツール、これね、かなりおすすめです。この南海オリジナルのね、エッジ型のチェーンのかしめツールなんですけども、これカットとつなぐ、今みたくつなぐのとね、あとかしめチェーン全部できますんで、これね、前ね、レースやってる方ね、バイクのレースやってる方にもね、ちょっと聞いたんですけども、結局ね、この
南海のこれが一番使いやすいって言ってましたね。他にもいろんなメーカーから出てるんですけども、機能がシンプルでね、やりやすいです。耐久性もあります。しっかりね、作りがね、ちゃんとしてますんで、本体はアルミですけれども、ちゃんとね、ボルトとかしっかり作られてますんで、私これでね、もう10台以上やってますけどね、まず壊れることはないです。うん。これね、かなりおすすめです。もしね、自分でされる方いたらね、ぜひ買ってみてもらえばと思います。金額もね、6800円かな。税込みでもね、7000円台ですね。そんなに高くないので、これおすすめです。はい。じゃあね、チェーンのかじめが終わりましたので、今度チェーンの遊びを最後に調整します。一応このバイクのね、サービスマニュアルによる基準値の方は30から40ミリとなってますので、それに合わせるんですけれども、トレイルバイクね、こういう公道を走れるバイクっていうのは、先ほども見せましたけども、ここ、表面波打ってますね。で、ここの一コマ一コマでしか調整できません。で、ネジでね、こう回して調整するタイプじゃないので、微調整ができませんので、そこの範囲になったらもう終わりという感じになります。逆に言えば簡単ですね。30から40。で、測るのは、チェーンのね、下側のセンター、ここで測れとなってますので、ちょっとここで測ってみます。もちろんね、スタンドに乗せてタイヤを浮かせた状態でやります。で、こういった定規を使ってね、やります。50か。今ね、40ちょっとありますんで、もう一コマだけ詰めます。はい、今ね、合わせましたんで、これで測ります。はい、今ね、ちょうど35ぐらいですね。10、20、35。35ぐらいです。で、これでね、調整終わりです。で、これで調整するとね、ここ、赤いラインをね、越えてしまいます。けれども、もうこれはね、しょうがないです。チェーンがね、純正のリンクとは違いますんで、あとスプロケットもね、前と後ろ変えてますんで、これにぴったりはきません。で、先ほど言ったようにね、チェーンのリンクをね、1個短くすると、ここがね、急激に変わりますんで、もうここしか選択肢がありませんので、こういうね、オフロードバイクで、調整する際はね、こういったものはもうしょうがないと思います。これ今ね、29、ここで、左右合わせましたので、これでね、アクセルシャフトの方を固定していきます。で、固定方法なんですけども、このままだとね、正直ね、若干ずれます。後ろにね、行ったりね、遊びがありますんで、そうするとね、左右で変わりますんで、私のやり方はね、皆さんやってると思うんですが、ここにウエスを挟みます。で、ちょっとね、こう、はい。ちょっと後ろに回してね、ロックさせます。こんな感じでね。そうすると前の方にガツンと寄りますんで、この状態でね、締めていきます。はい。じゃあね、ここのアクセルナットの方が95ニュートンでしたので、95でね、締めました。なんかちょっと緩いかな。ちょうど35。で、オフロードバイクはね、タイヤを上げるとね、これぐらいたわみます。上もね、こんな感じで。これでね、正常です。オフロードバイクはね、後ろタイヤのね、可動範囲が広いですんで、これが正常値になります。はい。それじゃあ今回はね、最後にね、ここのフロントのドライブスプロケットのナットを締めます。はい、じゃあさっきね、スプロケット単体ではね、ちょっとトルクがかけれないので締めれないんですが、チェーンをつけちゃうとね、もう締めれます。
はい、じゃあこんな感じでね、締めの方が終わりました。はい、じゃあ今回の作業はね、これで終了となります。スプロケットね、前のスプロケット、後ろのスプロケットね、両方新品にして、あとチェーンをつけて、締めの方をね、して取り付けしたということで、今回はここまでにしたいと思います。これね、バイクの動画ね、もうほとんど終わりに近づいてきましたので、あと次回はね、この後ろブレーキとかのね、エア抜きをして、あとオイル交換とかね、最後、ちょっと全部カウルをつける前に、ちょっと洗浄をかけます。一回全部きれいにね、タンクとかつけちゃうと洗浄できませんので、全部洗浄をかけます。っていうのね、最後の仕上げ動画をね、上げたいと思いますんで、よろしければ見てください。はい。じゃあ今日はね、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。